はい、こんばんは。ちょっと待ってくださいね。アップデートは。またアップデートあるか。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。いかにいい声で、はい、こんばんはを言うか選手。意味わかんないですね。ちょっと意味わかんないんで。さあ、今日もやってまいりました。日課日記の時間です。みんな、大人気コンテンツ。日課日記です。地獄の皆さんを夢の中へ誘う日課日記の時間でございます。言うことがない。これをね、寝ながら見てほしい。本当に寝れるから。安眠をね、皆さんのね、睡眠の質を上げたいっていう、そういうちょっと使命があるんで、使命というか、そういう風になってもらいたい。当チャンネルでは。私のモールへようこそ、お客さん。だからね、まあ、ゆっくりご覧ください。もっと何か買う？で、今日ちょっと、お買い上げあざーす。ゆっくりご覧ください。何しよっかなって感じではあります。ここ最近では比較的早い時間に始めてはいるんで、早い時間深夜なんだけど、2時ぐらいまでね、あるでしょ、時間は。仕事の出勤時間が遅いから、つい夜更かしをしちゃうんだって思う。朝10時前ぐらいに家出てくからね、最近。そんぐらいちょろいんで、ちょっと。だからね、こういう遅い時間にどうしてもなっちゃう。致し方ないところはある。291。で、サクッと終わらせるね。だから、ちょっと、ゆえにね。何が言いたいかっていうと、お前結局これしかやってねえじゃんって話よ。その通りです。ちょっと我慢して、マジで我慢して、ちょっと。もうそろそろやるのがね、申し訳なく感じてきつつある。あ、もうちょっと。これカップイン大事かもしれないな。カップイン中にファイルとかキャラチェンジ仕込めるから、そういうの割と大事かも。何時に壊して。
態で壊れねえのこれ。私の番。マネーが10気がさっさま使えます。ジャパニックだ。ブラックスミスは本当にありがたいね。本当に事故んない。そうそう事故んない。これがまさに正義の力だ。音かぶってる。こうだね。失礼。あなたに勝利をもたらしました。あなたに勝利をもたらしました。ミケ最近ね、結構俺だけじゃないと思うんだけど、マジで最近おとなしいよ。この界隈本当におとなしいよ。つまらない戦闘になりそうだわ。これっていうのが最近本当になくて、つまらない戦闘になりそうだわ。地上を奪還したら負けちゃいそう。地上を奪還したつまらない戦闘になりそうだわ。次はラストバトルよ。覚悟しといてね。これはひし形にするか。エピックをひし形にしようか。真剣勝負。負けちゃいそう。なんか一周で結構なかなかいいバグが揃った。いやっていうのもね、多分ね、なんていうの、ノワールのショータイムです。ノワールとブランのショータイムです。仕上げをお願い。結構もうね、マジの牛歩育成とが本当にちょっとずつ進めてって感じだから、がっつり進むことがないからっていうのがあるかもしれない。また一人新たなスターが入場しましたよ。強いんだよな。これいけんね。あ、これいけなかったっけ？いけたよな。いけるよな。これいけるよ。これはこれでいいんじゃないか。これは先に発動されて終了パターンだから、これ捨てるか。ここいけな。これ先手取れるな。だいぶ辛い。だから本当にストーリーが進まなくて、敵が強すぎて。ここは修理のしがいがありそうっす。このマイティツールズは全知全能。ここ勝たないと困るわよ。力の差を知れ。いくよ。勝って終わらしてあげる。私の幸運を分けてあげますね。今日も綺麗に。ブランドのワールの超です。心配ない。すぐに倒してみせる。めちゃくちゃ指痛いんだよね今日。全部噛みちぎって。中指、右中指の先端がすごい痛い。当てちゃうぞ。今シーズンのライジングスター。音ゲーができなかった。
音ゲーができない体になっちゃいました。やるけどね。990。指が痛いんだよね。今から興味をスタート。なんか青タンがさ、できた感じの痛みが、触ったら。実際青くなってるわけではないんだけど、なんか指挟んだみたいなやつの痛みが、挟んでないんだけどね。すごい気になって夜も眠れませんわっていうわけではないんだけど、一気に片付けましょう。同じもんばっか食ってるからかなとか思って。もっと早くもっと強く休むことなく打つのです。野菜マジで食ってなくて、栄養過多な部分が体に出るんじゃないかっていうのがちょっと思ってたし、トロピカーナのマルチビタミンでなんとかやってるみたいな感じだからね、最近野菜食ってねえね。今から興味をスタート。こればっかり飲んでる。これでなんとかしてるみたいな感じ。これちょっともう俺命は水なんだけどさ、これで栄養素を補ってる、野菜の部分を補ってるみたいなところある。そういうところある。これはいいぞ。これはいいぞ。危険ですので安全な場所にいてください。当てちゃうぞ。勝者はズバリですよ。いや絶対なんか牛丼ばっか食ってる月が回ってこない。痛風かな。痛風の始まりかな。ありそうだな。痛風って末端から痛み出る？もしかして前触れとしてありそうなんだけど、国年始さんは私が守り今日明らかに糖分ばっかり取ってんだよね。それかな、それかもしんないな。つうかそれのような気してきた。甘いもん取りすぎかもしんない。今日やばい。キリンガルナ飲んで、ファンタ飲んで、ファンタのコンビニで売ってるピーチ味、それ飲んで仕事終わってモンスターエナジー飲んでるからね今日ね。で家帰って今またファンタオレンジ飲んでるからね。そんな感じでいいんだよね。痛風はいいや、そっか。痛風ダメになったんですよ。あれ最悪さ、ほんと切除しないとダメなんでしょ。だって怖いよな。痛風ダメになったな。失礼しました。
糖尿病？糖尿病ってあれさ、結局何なの？糖尿病ってさ、もう病気の話とかするあたりもじじいだよな。糖尿病ってあれ症状は何なの？どんな症状が出るの？おしっこに糖分がみたいなさこと言うけどさ、甘くなるからいいじゃんみたいな感じになっちゃうじゃん。それによって何かを引き起こすのか。健康 TV ですから。血圧がすごいことになってインスリン、あれか、血石じゃねえや、透析しないとダメみたいになっちゃうのか。毎日病院行かなきゃダメなんでしょ。毎日血を入れ替えないといけないみたいなことをしなきゃいけなくなってしまうみたいな感じか。最終的には。それはやだ。なんか引っかかるわ。すいません。意外と可愛いとこあるやないな。気をつけよう。食べ物気をつけよう。ちょっと食べ物気をつけよう。ちょっと明らかに偏ってるもんだって今。いつもお気遣いありがとうございます。チョコミントソーダってうまそう。洋館だけは絶対逃がしたくないって思うの。サクッと終わらせるよ。それレベル5じゃね？チャレンジ。やべ。これちょっとガチでやんないとダメ。ガチでやんないといけないんで、ちょっと待って。これはマジで。ウィークポイントをちょっとやった方がいいか。レッドフード出撃するぜ。これいいくない？いいか。よくないか。いや、これいいか。これ一回やってみるか。この曲いいんだよ。この曲いい曲なんで。
ナイス。ナイス。あ、余裕だ。何度言って余裕じゃん。ランドイーターは時間切れで負けることが、時間切れで負けさせてくるんだよね。マーカーを消さないとめちゃくちゃ長い時間向こう側のバリアに立ってくる。それが破れるかなーっていうのが不安だったけど、意外と簡単にそのマーカーを消すことができてホッとしましたっていう、そういう。で、曲がめちゃくちゃいいっていう。何度言ったサクッと終わるよ。私に任せな。あれ、オートになったんだ。この2本しかね。1ぐらい訓練しよう。1ぐらい訓練しよう。この2本だよ。これよ。これが吸いすぎだ。聞いただろ。私も強えけど仲間たちはもっと強えんだ。こいつ強くなかったっけ。まあ弱いから大丈夫か。イベントのボスはまあそんな感じなんだよ。よし終わった。なんとか間に合ったな。正直今回の話はな、あんまり刺さんなかったな。ゲームクリア。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。よし、イベント終了しました。完走したわ。あ、でもショップを全部回収できなかったのちょっと悔いが残るかな。ガチャチキでいいかしら。まあ、2日サボっちゃいましたからね。しょうがないですね。オペレーションスタート。サポートはお任せください。260は遠いよ。遠すぎる。あと5かけど、まあこの5がね、すごく遠いんですよ。1200美味しい。1680。これレベル1上がるんじゃないですか。
これで上がるわ。200でレベル200レベル256 256レベル。何も間違っちゃいないけど、考えてることと言いたいことが交差してしまった。これなんテトラだ。テトラの黄色。テトラの黄色誰かなんかそれできそうな気がするけど。いやー、使ってるやついいねな。オッケー。4433。ラプラス使ってたっけ今俺。装備レベルアップ3回やめてよ。2回行うがある。なんかあれ装備レベルアップ2回はやめてほしいな。なんか思ってんだけど。2回。1個あげるものがないな。使うんだよ。これで OK か。あ、ちょっと待ってよ。画面が違う。画面が移動してしまったってことは1個も達成しなかったってことか。マジか。うわ、3回もある。終わった。3回もあるじゃん。そんなことある？装備レベルアップ2回と3回重複することある？そんなことあるんだ。いや、もったいな。クソもったいないやん、これ。もったいな。もったいないよ。しょうがない。いいよ。あとガチャをやるってやつね。ソルジャーオール、ただいまより合流します。苦痛と快楽は紙一重なのよ。流れ来てるかも、これ。流れがちょっと来てるかもしれない、これは。おっしゃ。さてさて、元気いっぱい行ってみよあ、本当に来た。来た。あ、誰？どうしよう。あ、ソリンう。か。いいね。私みたいに。まあちょっと使ってるから小あたりぐらいだ。終わった終わった。流れ説あんな、本当に。おお、そう昇格したー。やっとねー。エリシオンまたソリン、もしかして。お、来
あー、いやー嬉しいぞ。これは結構嬉しいぞ。中あたりだね。中と大、中と大あたりの間ぐらい。これはでかい。エヴァは全然アリーナで使ってるから。だし、ワンチャン普通にパーティーに組める。結構詰めれば治癒力がパワーアップしたわ。回復優秀なんで。でこれで信頼度の上限も上がったから出ますよと。ソリンこれ5突6突じゃん。あ、そんな6突です。出過ぎです。もっと有能になった出過ぎです。6突は出過ぎないよ。オッケー。刻んだ方がいいんだよね。まさかこれってこれはもうシさんだけの安息の場所になってあげる。分隊のみんなはとても大切な存在。私たち距離が縮まった気がしない？これからも指揮官だけの安息の場所になってあげる。これアリーナだいぶ強くなったね。分隊のみんなはとても大切な存在よ。指揮官はその中でも特別だわ。どうしてかしら。アリーナ大強化です。これは大きいです。アーク最高のエンターテイメントアリーナへ。60万になった。やったー。嬉しいよ。60万になった。59万うんたらかんたら60万。おお、いいね。桁が一番大きい桁が数字が上がるのは気持ちがいいね。総戦力が60万人。これでかいな。いいね。あ、結構上がってきた。結構だってこれスタメン、ここまで結構スタメンだからね。いいね。おお、まさかの。よし、わーい。明らかにリセマラーかって感じだな、これ。必要なものは何でも作る。ショッパホリックはいつでも歓迎よ。衝動買いってな。決済完了。ゆっくりと見てくれよお客様。おお、見る目があるじゃない。おしまい。タバコ吸いてました。今日はですね、ちょっと聴いてほしい曲があって、聞いたかもしれないけど、本日のね、かっこいいアイドルの曲の紹介のコーナーいきます。ウルボさんのツイートに流れてきたんだけど、
僕このアーティスト好きなんだけど、デビルアンセムね。デビルアンセムはいいぞ。ぜひ聴いてほしいよ、俺。これちょっと紹介します、今日。今月のおすすめ楽曲。君とならどんな瞬間だってきっと眩しがわさの中を通り抜け、完全じゃなくても満点じゃなくても僕ららしくとりあえず聴いてってくれ。とりあえず聴いてくれ。ねえどんな暗闇に迷ってもそっと夢は僕らを照らした。未来のことはわかんないけど目の前の時間を追いかけたい。 Alright きらめく風が時を告げるエールのように導くからさあいけるはず確かな予感は信じて。君とならどんな瞬間だってきっと輝き青さの中を駆け抜け、限界なんてないよ制限なんてないよ笑いながら青さの果てまで。来るぞ。来るぞ。ねえ僕らを照らす光を見失ってしまわないように。たやすいはずなんてないけど今に重ねよう何度でも。 Alright いつかの想いも糧に変えてつまずいても諦めずにさあ行けるから新たな景色へ一緒に。君とならどんな瞬間だってきっと眩しく青さの中を通り抜け、完全じゃなくても満点じゃなくても僕ららしくね青さの果てまで。僕らの想い重なり合い、そして今同じ光の方へ。君とならどんな瞬間だってきっと輝き青さの中を駆け抜け、限界なんてないよ制限なんてないよ笑いながら自由にもっと。君とならどんな瞬間だってきっと眩しく青さの中を通り抜け、完全じゃなくても満点じゃなくても僕ららしくね青さの果てまで。不完全なスタイル未完成なストーリーでもこの瞬間はほらに輝く年ないの決意無限大の想い全ての瞬間が夢の道しるべ。かっこよくないこれ。結構。かっこよくないこれギャップすごくないこんな曲あるんですよ。かっこよくないあともう一曲。マーベラス。曲調が眩しい。ね。いいでしょう。デビルアンセムね、こういうのばっかりだから。おすすめです、普通に。ちょっと、クラブミュージック好きな人は、
アイドル抜きにして普通におすすめっす。これ7年前なの？ 7 年前なの？1曲しか出てなかったけどね、これ検索したけど。マーブルズ。結構出してんのかな？これだ。これしかないんだ。マーブルズ。まあ、とりあえず聞いてほしい。カンって書いてあったな、今。一曲出して終了しちゃった。これなかなか。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。1時か。俺飯食わないとな、俺。マーブルズ、これ終わった？終わってんじゃん。一曲しか出してないじゃん。怖っ。YouTube チャンネルしかツイートしかしてない。怖っ。何これ。この曲しかないの？3曲か。ライブ MV か。なるほど。もう一曲は。リスタートだね。リスタートがね、ほんと、群を抜いてかっこいいな。なるほどね。もっと発掘します。募集します。何しよう。スーパーマーケットシミュレーターマジで人気だよな。1200円もするのか。ギリギリだな。
指痛い。マジで指痛い。モンハンがさ、めちゃくちゃ安いんだよ。モンハンワールドって一番新しいやつ。アイスボーンが一番新しいやつ。なんかいいや。バイオ3がもう900円なんだな。フルプライスで買った俺。涙目って感じだな。GG クロスレイズ、だいぶ安くなってる。プロジェクト D はちょっとやりたいんだよな。俺結構好きなんだよな。これやってて面白かった。MSM メーカー、無料プレイ。していいか。全然違うじゃん。こんなのが作れるのかと思うんだよ。やらねえよ。ああ。やらねえよ。痛い。クロスヘアオーバーレイ。これ何これ。あ、そういうこと？これな、ツール系をちょっとなんか気になるね。やべ、ソニアド2、990円なんだ。1時か。
お395円。マジか。あれ、ヨハネってもうこれ発売してんのかな。あ、こういう系か。なんだ。魔法のカードが飛んでる。3月12日、メンテナンス。これはなんかありそうだな。FFL10 じゃなかったかな。FF14。よいしょ。これ気になるんだ、普通に。The 2023 Tetris Effect Connected World Championships recently crowned a new champion in celebration of the 5th anniversary of Tetris Effect's release. The massive multi-event tournament tested Tetris players across many strategies and formats both old and new, such as the classic Score Attack mode based on the original 1989 NES Tetris, or Score Attack challenging players to maximize their score within modern Tetris game settings, or Zone Battle incorporating the unique zone mechanic introduced in Tetris Effect, or Connected Versus, allowing players to perform as a team within the zone. And players of all skill levels could compete in the bronze, silver, gold, diamond, up to masters brackets. In this video, we'll be looking at the results of every stage of the tournament, along with interviewing the ultimate winner to find out how they pulled it off. The tournament kicked off on October 7th with a first-of-its-kind Connected vs. Teams event featuring over 30 teams. Matches would be best of 3, with the first 2 games being in Connected Versus and a third tiebreaker game if needed being in a 1v1 in any of the game modes. Teams would need to strategize for the 1v1 match by banning game modes, meaning they could choose to omit a specific game mode from being played depending on the strengths and weaknesses of each team, and then determine who is the best player based on the remaining game mode. Then for the final 4, it would be a best of 7, alternating between 1v1s and Connected Versus. After many grueling rounds of double elimination, it all came down to a grand finals between Team Austin Suggested This and Team Yoshi. The previous year's champion Super Shocky started things off for Team Yoshi in Game 1, throwing down an incredible 2.6 million with a seemingly insurmountable lead, but his opponent Zin made an impressive comeback attempt, throwing down Tetris line clears at blistering speeds and making it all the way to level 31 before finally topping out. Look at this speed. It's incredibly fast. Like we're a lesser reaching the man would have hard topped out cap. by now. It's over, though. Yeah. still. That is unfortunate. After Team Yoshi took the next 2 Connected Versus games, they were at match point in Game 4, where Zone Battle Master OSW put things away with a carefully timed zone counterattack that outpaced Jaden's zone in progress and delivered a deadly spike when Jaden had a messy board after the zone. Not with that Yeah. spike. And that's the game. That ends it. Team Yoshi is gonna take the finals. The following Saturday on October 14th, TECWC made its second live appearance at the Classic Tetris World Championships, hosting a variety of tournaments and giveaways at their booth and demonstrating the versatility of the game with the wide variety of controllers and playstyles that can be used. Next week, it was time for the Score Attack Grandmasters. Score Attack is a game mode without garbage sending, where you try to score more than your opponent by maximizing the efficiency of your lines with T-spin and Tetris line clears before the speed gets too fast to survive. Typically, it's extremely difficult even for top players to get much further past level 29, as it gets to speeds even faster than the end of Master Mode. There was plenty of drama as one of the players from Team Yoshi, OSW, who was only 14, accidentally spilled water on his laptop
at midnight and had to drive to his friend's house in an emergency to use his computer to keep playing. Shades of Zavanya Nenu in the 2020 Classic Tetris World Championship when the power went out in his town in Indonesia. OSW was able to complete a deep run all the way to the losers semifinals, but the finals would end up being between Zin and Super Shocky. Perhaps unsurprisingly, since Super Shocky wrote the book on stacking for the mode. Literally, he has a 35-page guide on ST stacking, which refers to how to consistently set up for T-spin and Tetris line clears within a 7-bag randomizer, meaning that a piece is guaranteed to appear once every 7 pieces, as if you were drawing them from a bag. In game number 2, Shocky had again thrown up well over 2 million points, and Zin just needed a few more lines to complete the chase down. Just like one or two more line clears. Come on, Zin! Oh my goodness! 4-digit point difference! Oh my goodness! And that's still going to Shocky! Shocky would go on to take game number 3 in a sweep, scoring over 2,650,000 in the clincher. 2 minutes on the clock. This could potentially be the last chase down that Zin does tonight. Managed to clear a few lines at level 30. Very close to the top. It's not going to be enough! Shocky, you're champion. Congratulations. The following Saturday featured Classic Score Attack, which as a game mode can be simpler than Score Attack in some ways and more challenging in others. All the original quirks of 1989 NES Tetris are in full effect. Only one piece next queue, pieces nearly insta-locking to the stack, and random piece sets, meaning that you may not get the piece you want for a very long time. Oh my gosh, the drought counter! I did not knock hard enough. I am so sorry, everyone. 47-piece drought. What a way to start the game. The finals took place between Sodium Overdose, who had competed in the gold bracket of the 2023 Classic Tetris World Championships earlier in the month, and Alanbot, an up-and-coming player from Singapore who had made the finals of the September 2023 Classic Tetris Monthly Masters event. Sodium would end up using the hyper-tapping playstyle on an Xbox controller, while Alanbot would end up using the new rolling technique that had taken the Classic Tetris scene by storm over the previous years. Alanbot showed off in the finals right away the creativity required to deal with insta-locking pieces. Ooh, wow. That eye spin took over there from Alan to set up a delay burn and use the corresponding eyepiece following it to execute the burn. Incredible stuff. Very suave. In a decisive game 3, Alanbot would have to use the power of rolling in an airtight chase down to scrape across a few more lines at a near impossible speed. Uh-oh. Oh, wait, hold on. It's not over. 1,700. One more line. That's all. One more line, one more line. Wait, one more line. And there it is. Alan is your TECWC Classic Score Attack champion. Other contenders in the bracket, though, such as Miles and Hufflepuffus along with Sodium, also had experience with modern Tetris games, which would help them in the all-encompassing TECWC Grand Finale later on. The following weekend, it would be time for Zone Battle. This mode is similar to the standard versus Tetris modes most are familiar with, featuring garbage sent over to the opponent's screen every time you get a major line clear, but with a twist, where you can accumulate a zone charge and pause time within the game to build up a monster clear of potentially the entire board and then some, with the magical 21-line clear known as the Curbtris line clear. Kazu has won back-to-back TECWC Zone Battle Championships going into 2023 and was a strong favorite, but astoundingly, OSW, another member of that Charms Team Yoshi from the first weekend, made an incredible run, contending with the Japanese legends of the scene. Oh, okay, and then there's the King Crimson. He beat out Curbtris Master Araki 5-4 in a match, and even managed to win several games off of Kazu in the winners' semifinals. Oh, there it is! And that's gonna be a crazy amount of garbage, and Kazu... Kazu's board, it looks over, unless Kazu can get a crazy quarter zone off here. Can we build to the quarter zone? There's a little bit of time, but not enough for the quarter zone. Look at the zone play from OSW. The finals came down to Kazu versus Ueshoda, and Ueshoda put up an incredible fight, but eventually Kazu emerged triumphant, with some impeccable T-spin doubles and triples within the zone to deliver the decisive blow. Kazu's also playing pretty And high. a C-spin from Kazu. Pop out. Oh, the Z goes in. 54 attack. But what does this board say from Ueshoda? Ueshoda Oh my god! Oh my god. That's not how you expected it to end, but it does.
Then, in the big finale, it would come down to the Trifecta event, a play on words with the name of the game and the number of modes. The top 4 from all different types of game modes would face off in 1v1s, testing each player's versatility in every strength measurement of Tetris. To celebrate the 5-year anniversary of the game's producer Mark McDonald, along with multiplayer lead game designer Green Tea, joined the stream to kick things off. And as fate would have it, the best of 3 game modes finale match would come down to Araki versus none other than Super Shocky. Super Shocky, being the higher seed, chose classic score attack for game 1. Araki incredibly managed to do an all clear. Oh wow, the perfect clear from Araki and just restarting that board at 166 lines. But unfortunately, that wouldn't equal any extra points in this mode, as the classic score attack rules pretty much exclusively reward Tetris line clears. Eventually, the brutal speed increase of level 29 kicked in, and Araki was unable to push across any more lines. I think Shocky has done it in probably one of the most nail-biting games here in the TECWC Trifecta. We are going into zone battle with Shocky up 1-0. For round 2, Araki chose zone battle. Here, Araki would get a chance to shine, nearly pulling off a curb Triss line clear, but settling for an ultimate Triss line clear right as Shocky had an unfortunate misdrop with only a quarter zone charge. The misdrop from Shocky's going to prolong this down stack, and quarter zone's not going to be able to do too much. And yeah, that's going to be it. We're headed to score attack. The championship will be determined by the final remaining game mode, score attack. This was Shocky's bread and butter. However, Araki is no slouch either, being ranked #1 on the score attack ladder, and their abilities were fairly unknown when it came to score attack tournament play. The intense set came down to a tiebreaker, and Shocky did not make it easy for Araki by throwing down 3.2 million into level 29 before ultimately losing control of his board and topping out. 3.2 though. 2-1. It's 784,000 to come back from for Araki. Araki still had a stable board for T-Spin and Tetris line clears, but would only have 2 minutes to chase down nearly 800,000 points. But the big clears are worth a lot on the high levels. 344, under 300k, but it's level 28. Araki needs to show that they're able to keep the ST stack running longer than our own Super Shocky. Misdrops! Oh no! Amazingly, Araki would chase down nearly all the deficit before entering level 29. He managed to squeeze in another T-Spin, but the speed was just becoming too fast. 1 or 2 more will do it, but the misdrop is stacking up. And 50,000 points. No! Shocky defends his title! And the my and Super Shocky, by the skin of their teeth, able to close out and win the Trifecta. And now to go over his incredible tournament run over the course of more than a month, I'm privileged to be joined by the champion himself, Super Shocky. The first event of this tournament was a team event, and you were part of Team Yoshi. So how did your team originally form? Yeah, that's actually a really fun story. So I thought about inviting 2 good friends of mine, Yoshi 100OS and OSW. Yoshi is a strong all-rounded Tetris player, and OSW is just an absolute speed demon when it comes to versus Tetris. Leading up to the tournament, we did a bit of research on opponents' teams and mapped out a few strategies on which 1v1 modes to play first. OSW is known for being very good at zone battle, and I felt I had a pretty good handle on score attack, and we formed the Team Yoshi with 9 exclamation marks because 1 exclamation mark was not enough. What was the crucial turning point in the finals where it was kind of like, all right, we made it over the hump, the victory is in our path? A major turning point was in round 3. We had to play as a team against Jaden, PPT, and she is known for being a very fast modern Tetris player. Playing against her, where she's the boss, it would be very difficult to survive when the boss keeps sending blitz after blitz. When we won that round, we realized, hold on, there's 4 rounds left. We've won 3. We just need to win 1 more. And then you went on to win Score Attack, which Shen told me that you wrote the book on score attack strategy. So I guess, how would you explain it? So since modern Tetris awards a ton of points for performing T-spin doubles, ST stacking allows you to capitalize on T-spin double for almost every T-Tetris region. So ideally, you'd want to repeat this pattern as long as you can. While modern Tetris does give you a 7 bag, which seems very lenient, ST stacking won't always work in your favor. With every bag you get, it's like a new puzzle that you have to solve, and you keep having to repeat that puzzle as you go, doing your best not to make mistakes. If both players are performing about equally as well, 29 and beyond acts as a tiebreaker. If a player is much better at playing at high speeds, they'll likely
scrape more points up and be able to clutch out the win. So when it came time for the Trifecta finale, all 3 modes were in play. Which mode did you typically want to play first? That's an interesting question because, while I do feel strongest in score attack, against my opponents, score attack was also a very strong mode for them. So I often felt comfortable relying on my classic score attack match first, and that's what I picked for all of my sets to be as our round 1. And they would counter pick zone battle, and then we would finish off the set with score attack. I think my experience in CTM previously definitely helped me a lot there, considering that a lot of players never had a classic Tetris experience, so having that kind of background gave me a huge edge over my opponents. If someone was brand new to Tetris Effect and wanted to start playing it for the first time, how would you recommend they get started? My recommendation would be to just start off with zone battle, get the feel of it, and if you're feeling spicy, try a bit of classic score attack, start on level 5, do your best to train both at the same time, and then once you're ready, hop into score attack and try to study up on ST stacking or another pattern. If you have any questions, feel free to leave them in the comments. I'll do my best to answer them as well. Awesome. Whether you're a Tetris novice or veteran, Tetris Effect Connected is an incredible one-stop shop for the huge variety of gameplay that Tetris has to offer. From the ultra-competitive ranked battles with players all around the world, to the private game modes with friends, to the single-player modes featuring a unique soundtrack and virtual environment that is built around and interacts with the gameplay, there's a game mode for just about everyone. It's also available on more platforms now than ever before, now appearing on the PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games, MetaQuest, and the Nintendo Switch. If you'd like to download the game or visit the community's official Discord server, you can check out the links in the description. Thanks for watching. なるほど。これ面白そうだね。面白そうっていうか、その大会の配信が面白そう。普通のスコアアタックやったことないんだよな。あるか。マジで早いからね、あれ。今までのテトリス一番早いんじゃないかな。グランドマスターの飛型を取らない速さしてるから。同じぐらいじゃないか。クラシックルールな、あれな。クラシックルールはマジであれ、やらんとわからん難しさが。めちゃんこむずいからな、あれな。あれ、クソむずいからな。着地と同時に固定されるっていうのがもう、やばいから。面白いんだ。ちょっとテトリスは、また興味が湧いてきたな。ちょっと久しぶりにやろうか。今度。では、お疲れ様でございました。飯食います。